日本の VIP スタイルっていうのがクラウンだったりとか高級車をベースにカスタムするというのが由来となっており、ドリフトだったりとか速く飛ばすようなカスタムというのとは少しベクトルが違っていて、完全に見た目重視で、人によってはかなり下げたりだとかかなりキャンバーを寝かしたりだとか人の個性がすごく出やすいカスタムってなっているので、そこが VIP スタイルの面白いところだと感じています。はじめまして、岩竹と申します。 SNS ではカピリートという名前で活動させてもらってます。21クラウンの後期に乗っています。一応グレードが G グレードとなってまして、革付きのサンルーフの、車体を購入しました。また、通常のクラウンだと 2.5 リッターだったり普通の 3.5 リッターだとかハイブリッドなんですけど、一応僕がガソリン車が好きなので今回購入したのは21クラウンの後期の、上半期に作られた2リッターターボの車体が欲しくて、今回すごく探してもらって、たまたまその会社の休憩中とかにもカーセンサーとかを見ててたまたま発見して、すぐに電話して購入させてもらいました。カスタムのコンセプトとしては、街乗りできる改造車っていうのを目標に作ってて、これの前に乗っていた車が車庫調でかなり下げて乗ってたんですけど、見た目の迫力はあるもののやはり街乗りとかでは厳しいものがあって、でエアサスに魅力を感じて、周りの方とかにも相談して、今回エアサスで街乗りができつつかっこいいカスタムをしようと思ってこのクラウンを作りました。他のクラウンでいじってる方っていうのがもうすでにたくさんいて、かなり激戦区でのカスタムになると思ったので、少し、クラウンという王道の中で、異質な雰囲気を出したいと思い、あまり履いてる人が少ないブロケードのホイールを今回入れさせてもらいました。見る人が見たらカスタムしてることが伝わるような車に仕上げたかったので、RC の F スポーツのブレーキが流用できるということで、今回フロントのみ流用させてもらってます。今回乗り換えたのが18クラウンから21クラウンになって、で、18クラウンを買った時もカスタム自体には全く興味がなかったんですけど、周りの車好きの友達たちと車の集まりや MT に参加することで、改造車っていうのを初めて目の前で見た時にすごく感銘を受けて、そこからいじるはずではなかった18クラウンを、車庫調でいじり始めたのが僕のカスタムのスタートです。最初はカスタムの方法とかが全く分からなくて、とりあえず下げてみたりとかエアロを巻いてみたりとかして、いろんな勉強代も払ったりもしながら、失敗もして成功もしたりとかもありました。でその前の18クラウンを5年ほど乗って、そろそろもう車体も古くなって、乗り換えたいってなった時に、18クラウンではかなり車庫調で下げて乗っていたので、次の車はエアサスで綺麗に街乗りもできる車両が作りたいと思ってました。実際にこの形になったのも、納車してもうほぼ3日ぐらいで終わったぐらいなので、今回はとても勉強代を払うこともなく満足に個人的には乗れています。なぜクラウンに乗ってたかっていうと、検索してセダンで一番最初に出てきたのがクラウンで、正直その時全然他のセダンがあることも知らずに、ただセダンで出てきてクラウンがかっこよかったので、その時は一番最初は、その時に出てきた18クラウンを購入させていただきました。ただその後に、スカイラインだったりとか、他のセダンとかを見たりとか知ったりする機会あったのですが、個人的にはやっぱり一番最初に見たクラウンが一番好きで、2代目もクラウンを乗るという形になりました。